2003年3月、韓国、ソウル近郊の静かな住宅街で起きた一つの事件が、ある男の人生を23年間にわたって奪い去ることになった。法廷に、静寂が広がっていた。裁判官がゆっくりと口を開く。判決文が読み上げられるたびに、傍聴席の空気が変わっていく。そして、その言葉が告げられた瞬間、無罪。男は動けなかった。膝から崩れ落ちそうになりながら、それでも立ち続けた。隣にいた弁護士が、その肩をそっと抱いた。傍聴席からは、しゃくり上げるような泣き声が聞こえてきた。23年という時間が、ようやく終わった。しかし、男の表情に、喜びはなかった。釈放された日、彼は報道陣のカメラに囲まれながら、ただ一言だけ言った。妻を殺したのは、私ではない。その声は静かで、しかし、どこか歯のようにすすどかった。無罪が確定した。法律の上では、彼はもう犯罪者ではない。だが、現実は違った。街を歩けば、人々の視線が刺さる。かつての隣人は顔を背ける。SNS には、今も、あの男は本物の殺人犯だ。という書き込みが溢れていた。23年間、世間は彼を、妻を殺した男、として記憶し続けていたのだ。法が彼を解放しても、社会は彼を解放しなかった。ならば、自分でやるしかない。本当の犯人を、自分の手で、見つけ出すしかない。こうして男は動き始めた。だがその行動が、思いもよらない形で彼自身に牙を向くことになる。すべての始まりは、ごく普通の、あの日常にあった。2026年、韓国のある地方都市。そこに、一人の男が暮らしていた。名前はチェ・ジョンウォン。当時37歳。工場の品質管理部門に勤め、毎月決まった給料をもらい、週末には家族でスーパーに買い物へ行く。そんな、どこにでもいる男だった。妻のイ・スヨンは、同い年の専業主婦。結婚して8年。二人の間には、6歳の息子がいた。息子の名前はジュノ。活発で、笑顔が可愛い子供だった。ジョンウォンは、朝6時に起きる。弁当を持って工場へ向かい、夕方6時に帰宅する。帰れば妻の手料理が待っていた。食後は息子と一緒に、テレビのバラエティ番組を見た。特別なことは、何もなかった。でも、それが、何より大切な時間だった。夢があった。5年後には、地元に小さな食堂を開きたい。妻と2人で切り盛りして、息子が大きくなったら一緒に働かせたい。そんな、ささやかな計画を胸に抱いていた。近所では、真面目な人、として知られていた。自治会の清掃活動にも顔を出し、隣人とも普通に挨拶を交わす。誰も、この男が疑われるような人間だとは思っていなかった。2025年10月、その年の秋は、やけに晴れた日が続いていた。夕暮れに染まる帰り道、ジョンウォンはいつものように、家への路地を歩いていた。何も、おかしなことはなかった。ただ、その夜だけが、違っていた。その夜、家の扉は開いていた。ジョンウォンは玄関に入った瞬間、異様な静けさに気づいた。いつもなら、台所から夕食の匂いがする。妻の声が、どこかから聞こえてくる。だが、何もなかった。足を踏み入れた先に、妻が倒れていた。床に広がる赤。動かない体。彼は叫んだ。名前を呼んだ。何度も呼び続けた。しかし、妻はもう答えなかった。通報を受けた警察が到着したのは、それから数分後のことだった。現場に残っていたのは、ジョンウォン、ただ一人だった。捜査員たちの視線が、静かに彼へ向けられた。第一発見者、という立場は、瞬く間に、最有力容疑者、へと変わっていった。IMG。状況は、彼に不利だった。その夜、ジョンウォンには確かなアリバイがなかった。帰宅前の1時間、一人で歩いていたと主張したが、それを証明できる人間はいなかった。近隣の防犯カメラには、不鮮明な映像しか残っていなかった。さらに、妻との間に金銭トラブルがあったことが判明した。些細な口論の記録が、捜査員たちの動機として読み解かれていった。怪しいという空気が捜査の方向を決めた。証拠は積み重なるというより積み上げられていった。彼の言葉は信じられなかった。
涙も怒りも全てが演技として解釈された。無実を叫ぶほど疑いは深まった。それが冤罪の始まりだった。IMG 逮捕状が執行されたのは事件から3日後のことだ。手錠をかけられたジョンウォンはただ呆然としていた。妻を失った悲しみが癒えないまま、今度は妻を殺した男として世間の前にさらされた。裁判が始まるまでの時間は彼にとって地獄だった。そして法廷で下された判決は有罪、懲役23年。彼の人生はその瞬間に止まった。次回、長すぎた23年の果てにようやく訪れた無罪の文字。しかしそれは終わりではなく新たな戦いの始まりだった。警察の取り調べは容赦がなかった。部屋に閉じ込められたまま何時間も何時間も続く尋問。お前が殺したんだろう。証拠はある。言い訳はできないぞ。刑事たちは最初からジョン・ウォンを犯人として決めつけていた。彼が何を言っても聞き入れられなかった。涙を流しても声を震わせてもただ犯人の演技だと片付けられた。当時の捜査には致命的な穴があった。現場から採取された血痕の分析はずさんなものだった。第三者のものと考えられる毛髪が発見されていたにもかかわらず、その事実は記録から外れていた。目撃証言も曖昧なものばかりだった。しかし捜査官たちは都合の悪い証拠を積み上げるより都合のいい物語を作ることを選んだ。ジョン・ウォンには前日に妻と口論をしたという事実があった。近所の住民が言い争う声を聞いていた。それだけで十分だと彼らは判断した。動機あり機会あり、それ以上の捜査はもう必要ないと。弁護士は若く経験が浅かった。国が選んだ国選弁護人は証拠の矛盾をつく術を持っていなかった。法廷で彼が語った無実の言葉は陪審員の心には届かなかった。判決の瞬間、ジョン・ウォンは何も感じなかったと後に語っている。悲しみでも怒りでも絶望でもない。ただ頭の中が真っ白になった。懲役23年。その数字が彼の残りの人生を塗り替えた。こうして彼は鉄格子の向こう側へと消えていった。冤罪という名の檻の中で長すぎる時間が静かに始まろうとしていた。鉄格子が閉まった。その音は思ったよりも静かだった。ジョン・ウォンは薄暗い独房の中でただ天井を見つめていた。懲役23年。その言葉の重さを最初は実感できなかった。いや、実感しようとすること自体を心が拒んでいたのかもしれない。最初の1年は地獄だった。無実を訴えても誰も耳を貸さなかった。弁護士も看守も他の受刑者も皆彼を妻を殺した男として見た。言葉にならない孤独が毎晩彼を押しつぶした。何度も消えてしまいたいと思った。このまま朝が来なければいい。そう願った夜が何度あったかわからない。しかし彼は折れなかった。折れなかったのではなく、折れることすらできなかった。なぜなら頭の中に一つの問いが消えずに残り続けていたからだ。ではあの日本当に何が起きたのか。妻が死んだ夜、自分が知らない何かがあの部屋で起きた。その真実を誰も追っていない。自分が罪人とされた今、誰も追わなくなった。その事実がジョン・ウォンを生かし続けた。怒りが彼の燃料だった。絶望ではなく怒りだった。自分を有罪にした法廷への怒り、真犯人を野放しにしたままの世界への怒り、そして何もできない自分自身への静かな怒り。彼は獄中で独学を始めた。法律書を読んだ。裁判記録を繰り返し読み込んだ。自分の事件のどこに穴があったのかを一人で探し続けた。23年という時間は奪われたのではなく準備に使ったのだと後に彼は語っている。そして2025年の秋、ジョン・ウォンは鉄格子の外へと踏み出した。だが世界は彼を英雄として迎えなかった。無実が確定しても世間の目は変わっていなかった。彼の戦いはここから本当に始まる。諦めなかったのはジョン・ウォンだけではなかった。諦めなかったのは
チョンウォンだけではなかった。23年間、彼の無実を信じ続けた人たちがいた。家族は、社会から白い目で見られながらも、声を上げ続けた。弁護士は、報酬もなく、膨大な記録を読み返し続けた。市民団体は、この事件を、終わった話にさせなかった。誰も、忘れることを選ばなかった。チョンウォンが刑務所の外へ踏み出した日、彼を最初に抱きしめたのは、老いた母親だった。23年分の涙が、その腕の中にあった。しかし、喜びは長くは続かなかった。世間の視線は、冷たいままだった。無実が確定した殺人犯。そう呼ぶ声は、消えなかった。近所の人々は、距離を置いた。就職の面接では、名前を告げた瞬間に空気が変わった。無実は、法律の上では証明された。しかし、人々の記憶の中では、まだ彼は、あの事件の男、だった。だからこそ、彼は動き続けた。本当の犯人を見つけない限り、自分の人生は、戻らない。そう確信していた。弁護士チームも、諦めていなかった。収集された証拠を、もう一度、整理し直した。市民団体は、再審請求の記録を公開し、新たな目撃者を探し続けた。チョンウォンの娘は、父が逮捕された時、まだ幼かった。今や大人になった彼女が、父の隣に立ち、共に真実を求めていた。孤独な戦いではなかった。それが、彼を折れさせなかった理由だった。そして、積み重ねられた努力が、ある一点に集約されようとしていた。長年、見過ごされてきた証拠の中に、確かな、何か、が、眠っていた。長年、見過ごされてきた証拠の中に、確かな、何か、が、眠っていた。それが動き出したのは、ある内部告発がきっかけだった。事件当時、捜査に関わっていた元鑑識官が、沈黙を破ったあの結婚サンプルは、正しく保管されていなかった。証拠品の管理に、重大な手続き違反があった。そう証言したのだ。市民団体はすぐに動いた。廃棄されずに残っていた衣類の一部を、独自のルートで確保した。そして、最新の技術による DNA 再分析を依頼した。2026年、科学は23年前とは別次元の精度を持っていた。結果が出るまでの数週間、チョンウォンは眠れない夜を過ごした。娘が父の手を握り続けた。必ず出る。お父さんは正しい。その言葉だけが彼を支えていた。そして、報告書が届いた。衣類に残されていた DNA は、チョンウォンのものではなかった。さらに、データベースとの照合で、一致する人物が浮かび上がった。それは、チョンウォンがずっと疑い続けてきた、あの男だった。名誉毀損で訴えた、あの人物と、同一だった。法廷でチョンウォンを、中傷者、と呼んだ人間が、今や証拠の中心に立っていた。目撃者もいた。事件当夜、現場近くでその男を見たという証言が、新たに2件、寄せられた。長い沈黙の果てに、真実の輪郭がはっきりと浮かび上がりつつあった。23年分の時間が、ようやく意味を持ち始めた瞬間だった。しかし、証拠が揃えば、すぐに正義が実現するとは限らない。最新の扉を開くには、もう一つの、そして最大の壁があった。最新の扉を開くには、法的な、新証拠、が必要だった。ただの疑惑では足りない。裁判所が認めるに値する、明確な証拠が必要だった。そしてその鍵を握っていたのは、23年前に採取されながら、ほとんど注目されなかった DNA 鑑定の記録だった。弁護団は再鑑定を申請した。最新の技術を用いれば、当時の機器では読み取れなかった情報が浮かび上がる可能性があった。裁判所は、その申請を一度却下した。理由は、証拠の保存状態が不明確、というものだった。しかし弁護団は諦めなかった。保存記録を丁寧に掘り起こし、資料の完全性を証明した。2度目の申請が、ようやく認められた。鑑定には数ヶ月を要した。結果が届いたのは、2026年の冬のことだった。報告書には、一項の記述があった。現場から採取された生体資料の DNA プロファイルは、被告人のものと一致しない。それだけで十分だった。23年間、有罪の根拠とされてきた証拠が、
最新科学によって完全に否定された瞬間だった。再審裁判が始まった。法廷には初公判の時とは異なる空気が流れていた。検察は沈黙を守り、弁護側は淡々と証拠を積み上げた。そして判決の日、裁判長は静かな声で言った。無罪。傍聴席がしばらくの間完全に静まり返った。その男は表情を変えなかった。泣きもしなかった。ただ目を閉じ深く息を吸った。23年間ずっと待ち続けた言葉がようやく届いた瞬間だった。だが無罪判決は終わりではなかった。むしろそこから新たな問いが始まった。無罪判決が下りた。だが男の足はなかなか動かなかった。23年ぶりに自分の意志で開けることのできる扉が目の前にあった。外に出ると風が吹いていた。冷たくも暖かくもない、ただの風だった。それでも男はしばらくその場に立ち尽くした。社会は変わっていた。街の形が変わり、人々の使う道具が変わり、言葉まで変わっていた。だが変わっていないものもあった。人々の目だ。ニュースはすでに広まっていた。無罪という言葉は伝わった。しかし23年間積み重なった疑いは一夜にして消えるものではなかった。近所の人たちは視線をそらした。窮地の人間は連絡を絶った。無罪になったからといってやっていないとは限らない。そう口にする者さえいた。男に与えられた国家保証金は法律の定める範囲内のものだった。金額は23年という歳月に到底見合うものではなかった。失った職業、失った家族との時間、失った青春、それらに値段はつけられない。夜になると男は眠れなかった。閉じた部屋の中で出口のない暗闇を感じると体が震えた。刑務所の中で身についた習慣は自由になった後も男の体に残り続けた。社会復帰の支援はあまりに少なかった。無罪になった人間への制度は有罪になった人間へのそれよりもはるかに整っていなかった。助けてくれと言える場所がどこにもなかった。それでも男は前を向こうとした。なぜならまだ終わっていないことがあったから。真犯人は今もどこかで生きている。そして自分の名前に刻まれた殺人犯という烙印はまだ完全には消えていない。無罪は出発点だった。本当の意味での終わりはまだ訪れていなかった。無罪は証明された。しかしそれで全てが終わったわけではない。23年という時間は戻ってこない。奪われた青春も失った家族も消えた日々も何一つ取り戻せない。そして真犯人は今もなお罰を受けていない。男が集めた証拠は法廷で名誉毀損と裁かれた。真実を追い求めた行為が犯罪とされた。これは正義と呼べるのだろうか。 DNA 再分析が示した事実は確かに存在する。それでも社会はまだ完全には動いていない。ここであなたに問いたい。もし自分がある日突然殺人犯と呼ばれたらどうするだろうか。誰も信じてくれない場所で真実だけを武器に戦えるだろうか。この男の物語はまだ終わっていない。そしてこうした物語は世界のどこかで今日も続いている。